行く前に知ってほしいボラカイのすべて、ガイドブックに載っていない本音とリアルをお届けします。皆さん、ボラカイ島って知ってますか？フィリピンにある全長たった7キロの小さな島なんだけど、世界のベストビーチランキングでは2020年以降も常にトップ10入り。例えばビッグセブントラベルでは2021年に世界1位、2023年は4位。旅行好きなら名前を聞けばニヤリとするプロ旅人の間では常識な島なんです。なのに日本ではまだまだ知られていない。この動画ではそんな隠れ楽園ボラカイについて、歴史、気候、ベストシーズン、モノ真実、治安、エリア選びのコツまで全部紹介します。ボラカイに行ってきたよって言うと、そこどこってまず聞かれるよね。でもそのリアクションこそが知ってる側のアドバンテージ。知名度が低いイコール情報戦に勝てるイコール混んでない、穴場、そしてコスパが高い。知ってるといい旅だったの確率があるので、ぜひ参考にしてみてください。皆さんこんにちは。2人旅暮らしのケンケンとヨッピーです。こちらはいろんな国や場所での Vlog をゆるーくアップしているチャンネルになります。今までにうちらはボラカイへの行き方、ボラカイベストグルメ18選、ボラカイアクティビティ特集の3つのボラカイ動画をアップしてて、今後もボラカイに関する動画をたくさんアップする予定です。いいねボタンはもちろん、チャンネル登録ボタンのタップもよろしくお願いします。このビデオが次回の誰かの旅行の役に立ちますように。さあ、最高のボラカイ旅行へレッツゴー。歴史、観光地になる前のボラカイ。もともとこの島に住んでたのはアティ族っていう先住民族なんです。電気も水道もなくて、ヤシの木と魚と暮らす静かな島でした。で、70年代、ある日フラッと現れたのが欧米のヒッピーたち。この海やばくないってなって口コミがじわじわ拡散しました。やがて島は知る人ぞ知るバックパッカーの聖地に。そして90年代、リゾート開発が一気に進みます。小さなコテージやバー、レストラン、気づけば観光客がわんさか訪れるリゾートアイランドに変貌しました。でもここからが問題。観光ブームでインフラは追いつかなくて、ゴミは山積みになり、排水は海へ垂れ流しになっちゃいました。その結果、ボラカイは死にかけてるとまで言われて、環境がボロボロになっちゃった。そこで政府が出した答えが、なんと島丸ごと6ヶ月封鎖からの強制デトックス。ちなみにこの島丸ごと封鎖ってただ人を入れないってだけじゃなかったんです。本当にすごかったのは、その間にインフラをゼロから見直したこと。ボラカイでは長年、ホテルやレストランが汚水をそのまま垂れ流してた場所も多くて、それが海の汚染を深刻にしていた原因でした。だから政府は封鎖期間中に下水処理システムを整備して、適切に処理した水だけを沖合に流すように構造を一新させました。他には違法建築の取り壊し、地中に新しい排水パイプを敷設、零細ホテルでも浄化槽がなければ営業不可という新ルール、島に住む人の数も政府管理にしました。こういった構造的、法的な改革が一気に行われたからこそ、再開後のボラカイはサステナブルな島として再評価されたんだよね。世界でも珍しい観光地ごとクローズという異例の対応をした島ということで、世界的に注目されています。気候とも見た目に騙されるな。ボラカイのベストシーズンっていつってよく聞かれるんだけど、ボラカイの気候はざっくり2つ。11月から5月の寒気と6月から10月の雨季です。実際うちらは11月末、2月末、8月末にそれぞれ行ってるんですけど、11月末は海の透明度が圧倒的に綺麗なんだけど、スコールがちょいちょい来る。2月末は気候が最も快適で、乾いてて暑すぎずベストな気温、ただし藻が目立ち始めてくる。8月末は雨多め&台風リスクあり、停電も何回かあって、でも晴れ間が出ると一気に楽園感が出ちゃう。海の美しさを狙うなら11月から1月、気候の良さを狙うなら2月から4月、ただし物出てくるシーズンです。旅費の安さプラス空いてる時期狙いなら5月から10月の台風シーズンって感じかな。個人的には11月末がベストだったかも。もう一つ知っておいた方がいいかなっていうのが藻の存在です。3月から5月頃、海が真っ青じゃなくてちょっと黄緑っぽくなるんです。汚いのって思ったでしょ？違うんです。これむしろ海が元気って証拠なんです。藻ってプランクトンやサンゴが活発な時に増える。乾季って海水温の上昇とか日照時間が増加することによって海が生き生きする時期です。例えるなら海の腸内フローラが整ってるって状態ですね。あと藻って一概に多いとか少ないで語れないのもポイント。日によって時間によってステーションごとに全然違うんです。
午前中はステーション3が藻だらけでもステーション1は何もなかったり、藻がたくさんある場所も午後には綺麗になってたり、干潮とか満潮のタイミングでも全然変わるから、藻が多いように見えても沖に出たら全然景色が違ったり、藻は海流、風、時間帯の組み合わせで局地的に出たり引っ込んだりしてるのも大事なチェックポイントです。アクセス、詳しい聞き方は別動画で。で、ボラカイへの聞き方なんですが、実はこの部分は別の動画でめちゃめちゃ詳しく紹介しています。うちらが実際に使ったのはカティクラン空港からヘナントランスポートを使ったルートです。快適、早い、ほぼ迷わない。カティクラン空港に着いたら、あとはヘナントランスポートでベッドまで直行。飛行機、バン、ボート、バン、ホテル、全部まとめてお任せパックです。空港で深呼吸してからホテルで寝転ぶまでほぼノーストレスです。詳しくはボラカイへの行き方の動画を概要欄からぜひご覧ください。滞在エリア、どこに泊まるかで旅のテンションは180度変わる。ホワイトビーチは大きく分けてステーション1、2、3の3エリアあります。ここどこに泊まるかで旅の印象がガラッと変わります。どこがおすすめっていうよりは性格診断みたいな感じだから、好みに合わせて拠点を決めたいところ。まずステーション1は高級リゾートが並ぶボラカイの静かで美しいエリア。セレブ感強めで白砂ビーチが一番綺麗です。とにかく癒された人向けかな。ここらでの定番のホテルは、うちらが泊まったことあってよかったなっていうのがリンドボラカイでしょ。あとディスカバリーショアーズもめちゃくちゃ良かったし、今度はシャングリラボラカイにも泊まってみたいなって思ってます。次はステーション2。ステーション2は中心地で一番賑やか。レストランもバーも何でもある。ナイトライフも全開です。昼も夜も楽しみたいって人にぴったり。しかもここにあるのが D モール。カフェ、雑貨、屋台、夜は賑わうナイトマーケットのような顔もあって、まさにボラカイの渋谷センター街。ここらで定番のホテルはうちらの常宿でもあるヘナンパークリゾート。送迎付き D モール徒歩すぐ。ヘナングループのタオルがあれば他のヘナングループのビーチベッドも使えるという裏技付き。ヘナンホッピングという名の優勝体験ができます。あとはボラカイマンダリンアイランドホテルにも泊まったことがあって、ここもすごく良かった。あとはね、映えブティック系のおしゃれ派御用達のホテルフェリスボラカイっていうのもあって、これは今度泊まってみたいなと思ったりしてます。次はステーション3。ステーション3はちんまりしたという言葉がぴったりくる古めのゲストハウスや家族経営のアコモデーションが中心。でもこれがまたいいんです。大通りからちょっと外れた路地に入ると、風が静かに吹いてて、猫があくびしてて旅してるなーっていう感覚がしみじみくる。一番ゆったりした気分が味わえるボラカイの昔を感じられるエリアとなってます。代表的な3つのエリアを見てきましたけれども、同じ島でもどこに泊まるかで体験がまるで違う。ここ実はめちゃくちゃ重要です。ボラカイの楽しみ方、まったりもアクティブも。さてさて、ここからはボラカイで実際何して過ごすの問題。正直何してもいいんです。ただボラカイってあえて何もしないのも最高だけど、やろうと思えばやりたい放題な島でもある。例えばパラセーリング。空から見るホワイトビーチのグラデーション、これはもう言葉じゃ説明できないレベル。 Google Earth もここまでは見れんってぐらい迫力がすごい。サンセットパラウ、フィリピン伝統のヨットパラウで夕日の中を滑っていくあの体験。風だけで進む豪快さと空の色が変わる時間の尊さ。波の上で一日が終わるってこういうことかって体験、絶対にしてみてほしい。アイランドホッピング。ボラカイの沖合にはカラフルな魚がめっちゃいるんですが、アイランドホッピングとかに行くとサンゴが生きてる場所にちゃんと連れてってくれます。環境に配慮したガイドさんも多いから、その辺も信頼感二重丸。ちなみにうちら YouTube 始める前に何とか言ってるんだけど、動画にはしてないけど実はいろいろ挑戦してて、まずヘルメットダイビングは海底を歩きながらお魚と目が合うっていう新体験。しかもスタッフが GoPro でガチ撮影してくれるから、思い出にも記録にも残るの最高だった。あとは UFO ボットもやったんだけど、ヨッピーは吹っ飛ばされるし、ケンケンは腰が死ぬし、一回やったら OK かなって感じだったんだけど、とにかくこの世の終わりくらい爆笑して超楽しかった。あとはこういう定番のサップもその辺のガイドに頼めば安くできてよかったよ。パーティーボート、陽キャすぎて無理って人もいるかもしれないけど、過ごし方は自由。踊るもよし、踊ってる人を楽しむもよし、フリードリンクを楽しむもよし。夕方のサンセット便とかはかなり景色が綺麗でロマンチックだったな。人見知りでも海の上だと不思議とオープンマインドになって、知らない人と笑い合える瞬間がたくさんあって超楽しかった。こういうアクティブ系の中でも、うちらが実際にやってきたビーチホッピングとパーティーボートについての動画がこちらに上がっております。
意外な注意点も紹介しているので、気になる方は概要欄からぜひチェックしてね。とはいえそんなに動きたくないんだけどって人は全然 OK。 てかそのためにボラ会があるまである。今でこそうちらアクティブですが、むしろ私ケンケンはもともとこっちの方、つまり全く動きたくない、何もしたくないってタイプだったから、初めはボラ会はダラダラ過ごす場所っていう印象だったくらい。まあボラ会の楽しさを知ってしまった今は両方の楽しみ方ができてもっと大好きになっちゃったんだけどね。ビーチで読書、昼寝、空白、波の音が耳栓みたいに心を包んで、スマホをいじるより何もしてない時間が贅沢になる。 D モールで食べ歩き、マンゴースムージー、バーベキューチキン、ジョリビー、夜はナイトマーケット風にライトアップされてまるで屋根のない屋台村。ボラ会は日本人には知名度が全然ないけど、世界中から年間200万人以上の観光客が訪れる超有名リゾート。アジア諸国はもちろんヨーロッパやアメリカの食べ物など何でもあるし、日本式の居酒屋だって何軒もある。その中でもうちらのおすすめのグルメ情報はボラ会ベストグルメ18選で徹底的に紹介しているので、ボラ会イコール食べる天国説をまだ疑っている方はそちらからどうぞ。アクティブでものんびりでもどっちでもボラ会はその人に合った楽しみ方を差し出してくれる島です。今日が疲れてたら寝るだけでいい、元気だったら空飛んじゃえばいいじゃんみたいな、そういう自由がここにはあるんです。でね、実はボラ会って自分メンテ系も結構優秀なんです。スパ&マッサージ、もしマッサージが大好きで妥協したくないならちゃんと検索して口コミを調べていくのがベタだけど、適当にそこら辺で声をかけてくるマッサージ屋にフラッと入っちゃうのも旅の楽しみだよね。うちらは結構マッサージにはこだわりがある派なんだけど、うちらのおすすめはビーチフロントのジョリビーやマンイナサルがあるエリアにあるイーストマンスパボラ会です。ちょっと周辺のスパよりはかなりお高めなんだけど、うちらは気に入っちゃって何回もリピしてるよ。疲れが蒸発するっていうか、心が脱皮するというか、とにかく天国です。ぜひ行ってみてください。ビューティーサロン、ボラ会でネイルって思うかもだけど、これが意外とハイクオリティなんです。うちら2人とも長期滞在してたから、旅の途中で爪がガタついてきちゃってお手入れしてもらったんだけど、整えて磨いてトップコートでキラまでだいたい600円ぐらいかな。日本だとうちらみたいな人がネイルサロンに行くのってめちゃめちゃハードル高いと思うんだけど、フィリピンは余裕で老若男女お店で爪のお手入れを入念してて感動しちゃいました。爪のお手入れをやってもらったことのない人にこそ体験してもらいたいな。タトゥーショップ、実はボラ会タトゥースタジオもたくさんあるんです。うちらも今回タトゥーを入れました。旅の記憶を肌に刻む、これもまた一つの持ち帰れるお土産。めちゃくちゃおしゃれじゃない？今回は飛行機のマークとボラ会を思い出したい時のための島と波と太陽のシンプルなミニマルタトゥーを入れました。衛生面が気になる方もいると思うけど、ここのお店は器具も個包装、消毒、アフターケアもバッチリ。事前に SNS で評判チェックしていくと二重丸。そして日が沈んでもボラ会はまだ終わりません。夜は夜でちゃんと別の顔になります。うちらが実際に行ってその中でも楽しかったナイトスポットをちょっとだけ紹介していきます。まずエピックボラ会、昼はおしゃれなレストラン&カフェでも夜になるとライトが落ちて音が上がります。雰囲気がガラッと変わって DJ ブースから爆音が飛び出す。ビーチでご飯食べてたと思ったら数分後には踊る胃袋状態。 OM バー、ビーチ沿いで目立つ外観なので歩いてたらすぐに見つかると思います。ここはダンスフロアがなんと砂浜、こんなの見たことない。ノリの良い EDM やヒップホップで踊れると思います。最後にレインボーカフェ、昼間は普通のレストランだけど夜になるとドラッグショータイムが始まります。地元のクイーンたちがビシバシ踊って歌って笑わせてくれます。観光客も一緒に盛り上がって、あの空間には国境も性別も存在しない。あれ、なんか今日人生の推し増えたかもってなるから気をつけてください。まとめますと、つまりボラ会って朝から晩まで自分のテンションで選べる島です。アクティブに飛び回るもよし、波の音に耳を澄ますもよし、夜のライトに身を委ねるもよし、朝の海、昼の空、夕暮れのビーチ、夜の音楽、どの時間帯にもちゃんと主役がいるのがこの島の凄さなんです。治安、基本安全、でも海外です。治安は正直フィリピンの中でもかなりいい方だと思います。観光客が多くてリゾート系の雰囲気もあり、警備員もめちゃくちゃ多い。でも日本とは違うってことは忘れずにいてください。カフェやレストランで席を取るつもりで置いたスマホや財布が取られちゃっても文句は言えないですよ。これは日本でも同じことだよね。あとは日本でも同じことだと思うけど、地元の人が夜に通らない場所には理由があります。だから夜の裏通りとか人通りの少ないところは避けてください。
ちなうちら実際にボラカイ到着日に事件起きてます。ケンケン、私がですね、履き慣れてない水着のポケットに入れてた iPhone を道に落としてたことに気づかず、まさかの初日ロスト。でも奇跡が起きました。警察官がバイクに乗せてくれて、探すアプリでリアルタイムで追跡したんですよね。結果 e トライクの運転手がちゃんと届けてくれてて、無事回収できました。もうなんなのボラカイ、人も優しいんかいってなりましたが、このことについてはまた改めて動画を出したいと思います。トリビア、ボラカイをもっと好きになる話。どっかのヘナンに泊まってれば他のヘナン系列ホテルのビーチベッドが無料で使えるという裏技があります。今日はあのホテルの前で泳ごうってのがありなんだけど、スタッフによってはダメって言ってくる人もいるので注意してください。星 4.2 から 4.5 のローカル食堂がビーチ沿いよりも圧倒的にうまいし安いです。ボラカイの飲食店の口コミは結構信用できると思いますよ。水を買うときはお店を選びましょう。D モールなのスーパーでまとめ買いが20丸でございます。バジェットマートだね。ボラカイはコンビニよりスーパーが安いです。正直エビアンとかクリスタルガイザー超高いので地元の水買いましょう。まとめ、なぜ今ボラカイなのか。島の封鎖やコロナ禍を経て島を立て直してきたボラカイだけど、実は今また新しい岐路に立たされています。パナイ島とボラカイ島を橋でつなぐ計画がフィリピンの最大手企業サンミゲルによって進められているんです。理由はシンプル、観光客のアクセスをもっと楽にするため。でもこれに地元の人が反対してるんですね。なぜか。橋ができれば便利にはなる。でも一度に大量の観光客が押し寄せればまた島が壊れてしまうかもしれない。自然と共存するボラカイを守りたい、そういう思いが今島の中で静かに燃えています。つまりボラカイは今もう一度選択を迫られている。便利な未来か持続可能な今か。だからこそ私たち観光客もその島の在り方にほんの少し意識を向けてみたい。旅することが島を支えることにもなるし、そこで選ぶ行動が島の未来に一票を投じることになる。そんな思いから今回の動画を作りました。ボラカイはただの映えるビーチリゾートじゃない。かつて環境破壊で沈みかけた島が半年間の封鎖を経て本気で蘇りました。ビーチの美しさも街の活気も自然と共存するために整え直された姿なんです。今ボラカイを旅することはその島の今の選択を支持することでもあります。観光客がルールを守ること、ゴミを出さないこと、お金を使って現地に還元すること、そして1日に島に入れる観光客数は最大でおよそ6000人までという制限も設けられていて、人数制限付きの楽園なんです。いつでも誰でも好きなだけじゃなくなったからこそ、一人一人の旅がより選ばれた時間になる。それってつまり小さな SDGs ですよね。もしあなたが今ちょっと疲れていたり、何かをリセットしたかったり、ただただ美しい場所でぼーっとしたいなら、ボラカイは最高にいい選択肢ですよ。最後に他の動画を見てってください。ボラカイへの行き方、ベストグルメ18選、そしてアクティビティ特集もやってます。概要欄に貼ってますので気になる方はぜひご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。2人旅暮らしでした。じゃあねー。